一つ積んでは父のためへ。二つ積んでは母のためへ。ほらほら、早く壊さないと記録更新しちゃうよ。三途の川の鬼どもは軟弱ねえ。あんたら鬼に迷惑かけるんじゃないよ。そもそも賽の河原の石積みってのは親より先に死んだ子供がやるもんだ。親というものがなんだかよくわからない。妖精はそうだろうね。レーム、あんたの親御さんは？私もよくわからない。先代の巫女はいたけど、あれってお母さんだったのかな？天国に行ったら会えるかも。白玉楼とか割と気軽に遊びに行ってるけど、お母さん探したこととかなかったわ。白状なやつだね。まああれだ、親からもらった体なんだから、生き返ったら今度は大事に使うんだね。ああ、臭い臭い。声だめみたいな汚い地上からお姫様を連れ戻してくるとか、ひどい任務だよな。糞便にまみれながら、ウジ虫どもと戯れてたんだろ。かぐや姫ってのは、どんだけ変態なんだよ。大変です。みんなが突然倒れてしまいました。落ち着きなさい。それはきっと、ヒ素中毒の症状です。お昼ご飯に仕込んであったに違いないわ。さすがはエイリン様。どうしてわかったんですか？だって、私がやったんだもの。私の可愛いかぐやを侮辱した奴らは、全部死ね。何言ってるんです。頭がおかしくなったんですか？そうだ、エイリン様だってお昼食べたじゃないですか。なんで平気なんですか？私はこれを飲んだから大丈夫。不老不死をもたらす。蓬莱の薬。ほら、あなたはまだ助かるかもよ。苦い。残念。それはウサギの糞でした。さあ、姫、さっさと地上に戻って楽しく暮らしましょう。幻想郷、なんだか大変なことになってるみたいですよ。師匠はレームの治療にかかりっきりだし、テイはなんかこそこそ動き回ってるみたいだし、私たちも何かしなくていいんですかね。母校が土下座して頼みに来たら、手伝ってあげてもいいわよ。はあ、まあ、私もどうでもいいんですけどね。なんか、こうやってゴロゴロしてるのも、なんとなく後ろめたいって言いますか。いいのよ。私とエイリンが本気出したら、3秒くらいで片がつくから。メリー、頑張れ。いけー、そこだ。ダメだった。とっておきの下剤も、効かないね。私たちに食べられたくないから我慢してるのか。これ、本当に詰まってるのよ。すぐそこまで来てるのに、我慢しすぎて、固まって、出てこないの。メリー、お腹さすってあげるからね。師匠、レームの体って、あれからどうなったんでしょうか。もちろん死んだわよ。こないだ、低体温療法がなんとかで、レームがまだ死ぬ時ではないって、師匠おっしゃいましたよね。あんなので助かるわけないじゃない。でもおかげで、新鮮な卵子がたくさん手に入ったから、生きのいいクローンが大量に作れたわ。オリジナルよりも 20% 凶暴な、108匹レームちゃん、大集合。私ったら、天才ね。なんてことするんですか。こんなもの作って、世界でも滅ぼすつもりですか？そんなことに興味はありません。私はね、姫と安心して暮らしていければ、それでいいの。まさか、月の都を攻めるつもりですか？奴らがいる限り、私と姫に安らぎは訪れないわ。無謀ですよ。さすがに勝てるわけがありません。師匠がいた時代とは、科学力が違うんですから。そうね。それじゃあ、1300年前の月の都ならどうかしら。時空に干渉できるかぐやの能力を利用したタイムマシン。これでかぐやが追放される直前の月の都にクローンレームを送り込むの。
すべての生命が死に絶えた中、蓬莱の薬を飲んだかぐやと私だけが生き残る。そして、すべてはなかったことになるの。それ、私はどうなるんですか？安心しなさい。あなたなんか生まれてくることすらないから。嫌ですよ、そんなの。幻想郷が大変な時に師匠だけこんなバカなことして。最近、認知症がひどいとは思っていましたが、ここまで進んでいたとは。失礼ね。あなたたち月のスパイを油断させるために、ボケたふりをしていただけよ。タイムマシン起動。目標を1300年前に設定。いいえ、師匠はボケてます。永遠亭で幻想郷で暮らしたことがそんなに嫌だったんですか？師匠も姫も楽しそうだったじゃないですか。なかったことにしていいんですか？こんなの師匠じゃありません。何言ってるの？私は最初からこんなのよ。知ってたでしょ？目標を1300年前に設定。させません。やっぱり師匠はボケてます。師匠がまともだったら、姫をあんなところに閉じ込めておくわけないでしょ。うるさいわね。私はボケてなんかないわよ。目標を1300年前に設定。伝送開始。転送を開始します。これで1億3000万年前に転送完了しました。1億3000万。どういうこと？ゼロ、なんかよしたか覚えてます？ほら、師匠やっぱりボケてるじゃないですか。こんな簡単に私の現実に引っかかるなんて。うどん家。そこにいるのはうどん家なの？師匠？やっと目が覚めたわ。私、なんて恐ろしいことを。よかった。脳みそが再生したから、師匠、正気に戻ったんですね。バカ、何平然としてるの。1億3000万年のクローンとはいえ、人間を白亜紀に送り込むなんて、倫理的に許されると思ってるの。やったのは師匠です。まあ、恐竜とかいるから、退屈しなくて良さそうですよね。私もあれだったけど、あなたの頭が一番おかしいわ。そんなことより、あちらの心配をしたらどうですか？いやー、かぐや。さすがの蓬莱人にも、1億3000万年はきつかったようですね。全部師匠が悪いんですよ。うるさい。なんであなた、笑ってるの？いや、師匠の頭が治ったから、嬉しくって。お黙りなさい。あなたは後でお仕置きです。はい、楽しみにしてます。あとは、これを片付けておしまいね。あんたは何も知らなくていい。せっかく土下座してもらってるところ悪いんだけど、姫が珍しく風邪ひいて寝込んじゃって。師匠の認知症も前よりひどくなってるし、手伝えないわよ。なんだと？くそう、こんな時に。仕方ない、あんたでいいわ。相談したいことがあるのよ。兄弟はどうなの？助かりそうなのか？脈が弱くなってきてる。もうダメなの。ふん詰まりで死んだ死体って見たことあるよ。人間の体って弱いんだね。嫌だ。メリー、死なないで。ごめんね。食べられてあげられなくて。短い間だったけど、みんな優しくしてくれて、ありがとう。ほんと、里の人間なんかより、あなたたちの方がずっと、優しかったわ。私も、次に生まれてくるときは、妖怪に。諦めるのは、まだ早い。任せろ。すぐ楽にしてやるからな。人間って、あんな凄まじいもの、お腹に溜め込んでるの？みんなありがとう。おかげですっかり良くなりました。お礼と言ってはなんだけど、こんなうんこ野郎でよかったら、食べてください。
宴じゃ。宴じゃ、皆の衆、宴の準備じゃ。ごめんね、蓮子。もう、会えない。メリー。なんだ、気のせいか。一体何分待たせるつもりよ。何これ。白亜紀の岩塩の層から恐竜を襲って食べる巫女さんが塩漬けの状態で発見って、これうちの大学じゃない。メリー、見てこれ、すごいわよ。メリー、遅いな。